ミラー型ドラレコが最近流行ってるので、実際に買ってみようと思ってオートバックス行ったらいっぱいありすぎてどれにしたらいいかわからんかった。昔ミラー型ドラレコ買ったけど、日中のモニターの反射がひどくて見えにくいなと思った方結構多いと思います。そこで今回はミラー型ドラレコのモニターがめちゃくちゃ明るくて定期的にドラレコレビュー動画を作っている僕が個人的に過去1で昼間が見やすいと思ったミラー型ドラレコを忖度なくいいところ微妙なところ含めてレビューしていきます。ということで今回届いたのがこちら、ネオ東京さんのミラーカム3 2024の GPS 付きモデル。ネオ東京さんはコムテックなどの大手メーカーがデジタルミラー市場に参入するだいぶ前からミラー型ドラレコを発売しているメーカーで、インスタの広告とかでよく見かけると思います。僕が2年前にミラー型ドラレコを買う前にいろいろ調べまくってた時に、その当時ネオ東京さんから出てた昔のミラーカムは他のミラー型と比べてもコスパが良すぎるなと思ってたんですが、やっぱり人生で初めて何も知らん状態で買うので大手メーカーの方がいいかなって感じで、その時はコムテックにして、そこから今に至るまでいろいろなメーカーのミラー型ドラレコを使ってきましたが、結論から言うと今回のミラー型ドラレコが過去1で昼間が見やすかったので、早速開封していきたいと思います。箱を開けるとミラー型ドラレコ本体、あると便利な内張り剥がし、リアカメラと接続する用の6メートルもあるケーブル、フロントカメラ、これは最近のドラレコでよく見る貼ってからもカメラが回転するので画角の調整ができるタイプ。そしてこれがリアカメラ、防水仕様なので車の外に設置もできるし、付属のステーを使うと車内の窓に貼り付けも可能。そしてこれが電源アダプター、シガーソケットに挿すだけなので誰でも簡単に取り付けできて、これがフロントカメラ用のケーブル、メガネ拭きみたいな布、モニターを固定するゴムバンド、これで全部できるんですね。説明書ないやんと思った方多いと思いますが、説明書は外箱に QR コードがあるので、それをスマホで読み取るスタイル。実際に読み取るとこんな感じでかなり詳しく書いてありますし、まさかの取り付け動画マニュアルもあるので、これ見れば大体わかる感じです。やっぱり紙の説明書は読むのしんどいので、動画マニュアルがあるのはありがたいですね。ってことで早速車に取り付けます。取り付ける時に必要な工具は今回の場合配線通しは必要ですね。だいたい700円ぐらいで買えます。内張り剥がしはおまけでついてくるので別に買う必要はないです。それでは早速リアカメラから取り付けるんですが、先にシガーソケットから電源取ってドラレコとカメラなどケーブルを全部つなげて、モニターにちゃんと映像が映ることを確認してから、リアカメラを貼る場所を窓ガラスクリーナーとかで綺麗にしていきます。それができたらあとはモニターを見ながら映像が斜めになっていないか、このリアガラスにある黒い線が映り込んでないか確認してから貼り付けます。それができたら次にフロントもリアと同じで、先に窓をきれいにしてからモニター見ながら斜めになっていないか確認して貼っていくだけですね。そこまでできたらモニター本体を純正の鏡のミラーの上からかぶせてゴムバンドで固定するだけ。ここまでは正直誰でもできるんですが、この次にはみ出たケーブルをひたすら車の隙間に入れ込んでいく作業が必要になります。国産車であれば大体よく似たもんで、こういう横のピラーが外せて中に配線を通せるようになってるので、ミラー型ドラレコ本体から出てるケーブルをまずこの天井の隙間に入れ込んで横に持っていってピラーの中を通したり、この天井のゴムモール外せば中が隙間になって配線を通せるようになってるので、配線をひたすら入れ込んで隠すだけですね。ハッチバック車に乗ってる人だとリアドアのこのゴムのモールの中にケーブル入れ込むと配線がめっちゃ綺麗になるんですが、ここで冒頭に説明した配線通しが必要になるので、それ使って入れ込んでいくだけです。これは SWIFT だけになってしまいますが、詳細な配線隠しの動画は前に公開しているので、やり方が気になった方はその動画を見ていただければと思います。概要欄に動画を置いておきます。ここまで話聞いてできる気がしない方はプロに丸投げがいいと思います。2年ほど前と比べると取り付け工賃もだいぶ安くなってるので、お近くの車屋さんを Google マップで調べて見積もりもらってください。車屋に行くのが面倒な方はセイビーっていう家まで来てくれる出張取り付けサービスもあったり、なんとでもなるので自分に合った取り付け方を選んでいただければと思います。それでは取り付けも終わったので早速ミラーカム3がどんな感じか実際に見ていきたいと思います。まずは外観ですが、後付けモニターによくあるモニター本体の上から配線が出すぎて見た目が悪い問題が、このモニター裏がへこんでることによって配線が見えにくい構造になっているので、配線をこのルームミラーの裏で綺麗にまとめて配線隠しすればかなり綺麗に取り付け可能です。僕の場合はすでに色々付けすぎなのでちょっと物理的に厳しいのですが、ほとんどの方は何もついてないと思うので、ルームミラーの裏にケーブルを綺麗に束ねて天井の隙間に入れ込むとかなりスッキリした見た目になると思います。フロントカメラもかなり小さいので運転席側に貼り付けても運転中に目障りになることもないですし、リアカメラも気にならない大きさです。モニター裏に配線隠しのスペースがあることによって後付けデジタルミラーなのにかなり見た目はいいと思います。
そして本体の下に物理ボタンが一つあって、それを押すと一瞬で鏡になります。それ以外の操作は全てタッチパネルでやるスタイルですね。直感的に説明書を見なくても大体わかるようになってます。それでは皆様が一番気になる走行中のデジタルミラーがどんな感じか、実際に運転しているところをお見せします。これが昼間の映像。デジタルミラー使ったことある人ならわかると思いますが、デジタルミラーは物によってモニターに周りの景色が反射して結構見づらいことがあります。画面オフにしたスマホに自分の顔が映り込むのと同じで、モニターが暗いとその分周りの景色がモニターに反射して見えにくくなりますが、今回のミラーカム3はバック光とメーカーが言うだけあってかなり明るくて、日中運転していても全然反射がなかったです。この黒いフレームのところは反射してなんか映り込んでますが、モニターの映像には何も反射していないのが今見えてるかと思います。僕は定期的にミラー型ドラレコのレビュー動画作ってて、いろいろなメーカーのミラー型ドラレコをレビューしてきましたが、ある程度ならミラー本体の角度調整で反射を軽減させて見やすくできるんですが、モニターが暗いとどうしても反射はあるので日中見えにくいなと感じたことはあります。ただ今回のミラーカム3はこれまでいろいろレビューしてきた中で一番反射がなくて見やすいですね。バック光と言うてるだけあって角度調整してあげればほぼ映り込みなしの状態になるので過去1で見やすいと思います。初めて取り付けた時に感動したので、明るいモニターはだいぶ大事ですね。映り込みを軽減するコツは周りの明るいところ、例えば窓とかが映り込むとモニターに反射するので、極力シートとか内装だけがモニターに映るようにすると反射を減らすことができるので、もし他の機種使ってる方いればぜひこの調整方法を試してください。だいぶマシになると思います。またリアカメラの画角も140度あるので、ほぼサイドミラーに映らない視覚も含めてモニターで一発で確認できるようになるので、普段の運転がだいぶ快適になります。もちろん鏡と違って車の一番後ろに貼り付けたカメラの映像をモニターに映してくれるので、いくら後部座席に人が座っていても荷物がありすぎて鏡では物理的に後ろが見えなかった問題も全くなくなるので、普通の車に乗ってる方はもちろん、後ろが見えにくい車に乗ってる方がデジタルミラーを使い始めると毎日の運転がだいぶ快適になります。モニターが明るくて反射もなくて広角の映像なので、ほんとだいぶ快適ですね。もちろん夜もこのようにモニターに反射して見えづらいとか全くないので、昼間も見やすいミラー型ドラレコを探してるならこれだいぶおすすめです。それでは次にですね、撮影したドラレコの映像がどれぐらい綺麗なのか、ちゃんと撮影できるのか検証したいと思います。まずは昼間の映像からどうでしょうか。画質に関しては今回のカメラのスペックが 1920×1080 のフル HD200 万画素なんで、普通のドラレコかなって感じですね。このスペックはドラレコでは標準的なスペックで、オートバックス行っても大体が200万画素のドラレコが多いです。フロントもリアも同じなんですが、離れているとナンバーは正直読みづらいですが、近づけばバッチリ全部のナンバーが映る仕様です。ナンバープレートの情報が全部分かってなくて4桁の数字だけしか分からない場合、当て逃げされても大体犯人見つからないので、全部読めることが一番大事ですね。僕は昔1年で3回当て逃げにあって、ナンバー4桁だけの時は犯人見つからずに自腹で10万円払って、かつ保険の等級も下がっただいぶだるい出来事があったんですが、ナンバーの情報が全部分かってた時は警察行った翌朝に犯人が速攻で見つかったので、ナンバープレートをきれいに撮影できるかどうかはかなり大事です。真ん前と真後ろなら全く問題なくナンバー読めるんですが、隣の車線を走ってる車のナンバーは正直ちょっと見えづらかったです。次に暗いところから明るいところに出た時に画面が白飛びしないかトンネルを走って検証したいと思います。どうでしょうか。トンネル出た瞬間に自然と周りも撮影できてるので、急に明るくなったことで白飛びしてその瞬間が撮影できないなんてことはないですね。このドラレコに搭載されているセンサーはソニーの IMX307 スタービスが搭載されているので、白飛びや暗いところの撮影も問題なくできるようになっています。それではそれを踏まえて夜の映像を見てみたいと思います。これがフロント、これがリア。見た感じどうでしょうか。昼間に比べると若干画質は落ちた感じしますが、それでも真ん前と真後ろのナンバープレートであれば、近づいてさえいればナンバーの情報全て読み取れますね。ちょっと離れると厳しいですが、普通に綺麗に撮れてるかなと思います。最近では 4K でスタービス2搭載の新型ドラレコも発売になってたりと、それに比べるとやはり画質は普通かなって感想になりますが、ドラレコとしては十分な性能だと思います。
画質を重視する方は 4K ドラレコ一択だと個人的には思います。4K ドラレコのレビュー動画も作ってありますので、 4K がどんなに綺麗なのか気になった方は概要欄に動画貼っておきますので、それも見てもらえたらなと思います。ドラレコの画質についてまとめると、昼も夜も近づきさえすればナンバー全部が読み取れる感じで、隣の車線のナンバーまではちょっと厳しいかなって感じなので、ドラレコ性能に関しては普通ですね。画質求める方は 4K がいいと思います。それでは次にこのミラー型ドラレコの便利機能を見ていきたいと思います。まずはデジタルミラーのデメリット、鏡との見え方の違い。デジタルミラーは鏡に比べると後続車がだいぶ近いにもかかわらず意外と遠く感じることあります。これはカメラの広角映像をモニターに映しているので、慣れるまでは距離感がつかみづらいのですが、このミラーカム3にはズーム機能があって、それを使えば20段階で見え方の調整ができるので、鏡の見え方に近づけることも可能です。ただ僕としては一番広角の状態で使うのがデジタルミラーのメリットなので、早いタイミングで慣れることをお勧めします。ズームへの切り替えはボタン一つでこんな感じで一発でできますが、一番広角の状態で使うとサイドミラーでは映らない車のほぼ真横までモニターに映るので、これが昭和の鏡からデジタルに変える一番のメリットなので、慣れて広角で使うことをお勧めします。一度デジタルになれると二度と鏡には戻れなくなるぐらい快適なので、ぜひ早めに試していただければと思います。次にドラレコの設定は全てモニターでできるようになってて、タッチパネルなのでモニターを押すと色々なアイコンが出てくるので、そこから直感的に操作ができます。またドラレコが録画した映像はデジタルミラー上でも再生できますし、 SD カードを抜いて PC に挿して映像の確認もできます。今回のモデルは GPS 付きモデルなので、ドラレコ映像の下に日付と時間、 GPS 情報、速度まで同時に記録されるので、事故した時の証拠としても使えます。その他にはモニターの明るさを周りの環境に合わせて自動調整してくれるので、明るいところから立体駐車場に入った時にデジタルモニターが明るすぎて目が痛くなることもないですし、モニターに映る映像は指でスライドするだけで簡単にフロントとリアの切り替えができて、同時に2画面表示も可能です。また上下にスライドするとモニターに映っている範囲の調整もできます。もちろん撮影された映像の一部をこうやってモニター表示しているだけなので、撮影した映像にはちゃんと全て映っているので安心してください。またリバース連動にも対応していて、リバースにギアを入れた時にモニターにガイド線を表示して駐車の時に便利な機能もついています。説明書を読まなくても直感的に分かるようになってるので、ガジェットが苦手な方でもすぐに使えるようになると思います。約1ヶ月ほど使ってみて思った感想ですが、昼間のモニターの反射がなくてかなり見やすいのがだいぶ良かったです。オープンカー乗ってる方でもこのモデルだとかなり見やすいみたいなので、昼間のデジタルミラーの反射が嫌いな方はミラーカム3だいぶありだと思います。画面の明るさはだいぶ大事ですね。ドラレコの性能に関しては最新の 4K ドラレコと比べると勝てないですが、必要最低限な性能はありますし、 GPS 付きモデルであればさらに証拠が増えるので事故の時に活躍すると思います。あとは自動的にモニターの明るさを調整してくれるので、一度画角の設定とかすればその後は放置できるのでかなり便利だと思います。これだけの性能なのでまあなお値段すると思いますが、 Amazon で値段見るとまさかの売れ筋ランキング1位でお値段が 32,800 円とコスパはだいぶいいので、ミラー型ドラレコありすぎてどれにするか迷ってる方はこれ買っとけば間違いないかなと思います。動画の下にある概要欄に今回のミラーカム3のリンクを貼っておくので、ぜひ他の方のレビューも参考にしていただければと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。ということでまた次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。